皆さんこんにちは、ミリアです。今日の動画では私が留学経験なしで日本にいながらどうやって英語を習得したかについてお話ししていきたいと思います。では早速、まず私のバックグラウンドからお話ししたいと思うんですけど、私は日本生まれ、日本育ちの純日本人です。で、留学したことは一度もありません。で、英語を習得するまで英語圏に行ったこともありませんでした。なので英語は完全に日本にいながら習得したっていう感じになります。高校2年生までは英語力が本当にゼロでした。もうゼロに近いゼロ。ゼロです本当に英語が苦手すぎて、中学校の時はテストで0点を取ったことがあるぐらい英語が苦手でした。もう今考えるとありえないぐらい。てか引きますよね、普通に0点とか。自分でももう今引いてますもんはい、それぐらい苦手な科目でした。しかもその当時は英語を私が語学として認識してたわけではなくて、学校に行きながら勉強しなきゃいけない必須科目の一つとしか認識がなかったので、英語語学っていうよりかはしなきゃいけない科目の一つっていう感じで認識していました。そんな私なんですけど、高校2年生かなの時に転機が訪れまして、洋楽にハマりました、私。はい。で、洋楽にハマって、で、英語に興味が出まして、英語に興味を持ってから、海外にも興味が出たっていう感じですね。はい。で、高校2年生の時に、初めてって言っていいぐらい初めて英語を基礎から勉強しようということで、英語の勉強を基礎から始めました。で、その勉強をしているうちに英語が好きになって、今後の進路を考えた時に外大に行きたいなっていう思いが出てきて、そこから受験勉強を始めました。受験勉強としては塾に通ったりとか、ほとんど毎日夜の10時ぐらいまで塾で勉強するぐらい一生懸命勉強しました。で、見事、大学にも合格できて、で、外大に留学できて、そこからはずっと英語を使って授業をしたりとか、ほんと毎日英語漬けでした。ちょっとこれは余談になるんですけど、英語に興味を持つ前、私が15歳ぐらいの時、中学校3年生ぐらいの時に韓国がすごく好きで、韓国のアイドルにハマってた時期があって、その時に初めて独学で韓国語を勉強し始めて習得した経験があるので、それが英語を勉強する時にも役立ったんじゃないかなっていうのはあります。はい、私のバックグラウンドについては以上になります。で、次に、どうやって私が英語の勉強をしたかっていうのについてお話ししていきたいと思います。まず先ほどお話ししたように、私は英語力ゼロで知識もゼロで苦手意識がすごく強かったので、まず何をしなきゃいけないかってことを考えた時に基礎から始めようということで、まず中学文法、中学単語の基礎から始めました。その当時はどの教材がいいとかそういうことも分からなかったので、とりあえず本屋さんに行って適当に中学英語の基礎の文法についてとか単語について書かれている本を適当に買ってお家で勉強するところから始めました。で、中学文法の基礎と単語を勉強しながら洋楽や洋画もたくさん見まくりましたちょっとここでポイントなんですけど、洋楽を聴くときに歌を聴くだけじゃなくて、洋楽を聴きながらその歌詞も一緒に見て聴くっていうことを実践しました。詳しく言ったら、その歌詞を見ながらその歌詞の中に自分が知らない単語が出てきたら、それはメモしておいて後で意味も調べるっていうこともしました。そして意味を調べた後はその単語についての例文を調べて、で、自分で余裕がある方はその例文を見ながら自分で例文を作ってみるっていうこともしたらいいと思います。私はそういう風にして、歌詞を見ながら洋楽を聴いて、で、わからない単語はメモして後から調べて、その単語についての例文も、一応調べて、それも一緒に単語の意味と一緒に書いておいて、その後に自分でその単語を使って自分だけの例文を作ってみるっていう風に、アウトプットしました。で、洋画についてなんですけど、洋画を見る時のポイントは、まず1回目見るときは英語音声で日本語字幕で見てました。で、2回目見るときは英語音声英語字幕で見てました。っていうのも、
初めて見るときは内容がやっぱり分かんないので、そこを英語音声英語字幕で見てしまうと内容が理解できないまま終わってしまうので、まず英語音声で聞いて日本語字幕を見て内容を理解して、その次に英語音声英語字幕で内容を理解した上でどういうことを英語で言っているのかを耳で聞きながら視覚で見て、勉強として使っていました。そこでも洋楽を聞くときと同じように、その字幕で知らない単語が出てきたとしたら、その単語をメモして意味を後で調べてました。ここでもう一つ重要になってくるのが、その単語がどのような文章で使われているかっていうのも、メモできたらいいと思います。その映画の中でどういう場面でその単語が使われたかっていうのをメモして、で例文を調べるときに比較できたらしてみるのもいいと思います。でもちろんのことなんですけど、その洋画を見るときは自分が好きな洋画を見つけるのがコツになってきます。っていうのも、やっぱり自分が興味がないような洋画見ても内容が入ってこないし、2回も見たいってやっぱ思わないじゃないですか。なので好きな洋画があればそれをさっきお伝えしたように見てみる。それかまだ好きな洋画ないよって方は、これから探してみることをお勧めします。あとやっぱり映画ってなってくると1時間以上のものがやっぱり多くなってくるじゃないですか。で皆さんも時間がない方も多いと思うし、私もそんな毎日映画が見れる環境ではなかったので、そういう時は自分が好きなドラマなどを見つけて、20分だったり30分だったり短い時間で見れるものを見つけて見るのもいいと思います。私の場合は当時はゴシップガールにすごくハマっていまして、ゴシップガールをとにかく見まくりました。あと英語を日常に取り入れるために、さっき言った映画やドラマを見るためだけじゃなくてリスニングの材料として使うのも OK です。例えば見るだけじゃなくて、とりあえずドラマとか映画を流しておいて音声だけを聞く感じにして、他のことをしながら音声は聞き流しという感じに私はしていました。ここでやっぱりドラマや映画はまだまだ内容が難しいし、英語初心者の私にはまだわからないよって方もたくさんいると思うので、そこで私がおすすめする勉強方法は、英語の子供用の教材だったり動画だったりコンテンツを使うっていうことです。っていうのも、やっぱり子供用に作られているものは内容が割と簡単なものが多かったりするので、日本語でもやっぱそうじゃないですか。なので子供用の教材だったりコンテンツを利用してみるのもありだと思います。でまずは簡単な文法や単語、言い回しなどから覚えていって、後でちょっと余裕ができてきたな、理解ができてきたなって思い始めたら、ちょっと難しい洋画だったりドラマにシフトチェンジしてみるのもありかなと思います。はい、でそうこうしているうちにある程度英語力がついてきたな、英語がちょっと理解できるようになってきたなって思ってきたので、私は、観光地に行ってランダムに外国人に「英語喋れますか?」って話しかけて、喋れるって言われたら適当に自分がメモして持っていたものとかを見ながら、ランダムに質問をして、コミュニケーションを取りながらインプットしたものをアウトプットするようにしていました。でそんな毎日外に出て観光地などに行って人に話しかけるのができないよって時もあるじゃないですか。そういう時は、ペンパルとかオンラインで英語でトークできる相手などを見つけて、オンライン上でテキストだったりコール、電話とかできる相手を見つけて、そこでアウトプットするようにもしてました。ここで重要なことが、やっぱり自分が今まで学んできたものが本当に通じるものなのか使えるものなのかっていうことがわからないと意味がないので、ここでアウトプットをするために実際に使ってみて実践してみるのがとても重要になると思います。はい、でそうこうしているうちに受験も近づいてきて、本格的に受験勉強を始めないといけなくなったので、塾に通い始めました。で塾ではもう本当毎日夜の10時ぐらいまで残って勉強して、お家に帰ってからも復習したり予習したりっていうことも毎日してました。はい、で私の場合はあまり時間がなかったので、毎日50単語覚えなきゃいけないっていう状況にありまして、毎日50単語単語帳から学んだものを夜寝る前に復習する感じで勉強していました。で私が当時塾に通っていた時に使っていた英単語帳がこちらになるんですけど、英単語センター1800っていう単語帳を使ってまして、毎日50単語ずつ覚えて、最終的には1800単語全部覚
えきれるっていう風に計算して勉強を進めていました。で、学んだ単語は必ず復習をすることが大切です。やっぱり人間って学んでもすぐ忘れちゃう習性があるので、そこは復習をしてインプットしていかないと忘れちゃいます。で、毎日勉強してる中やっぱり疲れてくるじゃないですか。で、そういう時に息抜きが必要になると思うんですけど、私はその息抜きに見る YouTube だったり Netflix とかの動画も全て英語のものを見ていました。その中でも英語学習としてもすごくいいし、様々なジャンルの知識をつけるためにもすごくいい、動画が TED トークというものになります。私はこの TED トークっていうものを見ながらいろんなトピックについて学習していました。学校などではなかなか学べないようなトピックについてもたくさんお話しされている方がいるので、すごく興味深いですし、英語学習にもすごくおすすめな、動画になります。で、ここまで毎日英語学習をして日常に英語を取り入れて英語を聞いていたら、私の場合は脳が英語脳っていう脳になってきまして、だんだん少しずつ英語を聞いたまま理解できて、訳したりは全くせずに理解できるようになってきて、自分が伝えたいことや思っていることなども英語で自分で伝えれるようになってきました。そこで私がしていたのは、独り言を英語で言ってみたり、考え事をするときに英語で考え事をするようにしていました。あとは日記をつけることが私好きなんですけど、その日記をつけるときに英語で書くようにもしていました。これは個人的にすごく効果が抜群な英語学習方法だと思うので、すごくおすすめです。で、私の場合はもうここまで来たら、気づいたら無意識に英語が、理解できるようになって、自分が伝えたいことや思っていることなどもある程度問題なく相手に英語で意見とかを伝えることができるようになってきました。前までは自分が伝えたいことを英語で伝える前は頭の中で文法がとか、どういう風に並べたら伝わるだろうとかいろいろ考えてから、発言するようにしてたんですけど、それがなくなったのでだいぶと気持ちも楽になって、英語を話すことに対して重く捉えることがなくなりました。やっぱり今円安だったりとか、もう留学自体がお金がすごくかかることなので、みんながみんなしたくてもできることじゃないと思うんですよね。なので留学ができないから英語が喋れないとか、日本にいるから英語が喋れないとか、そういう風に思うんじゃなくて、私みたいに日本にいながら留学経験なしでも英語が喋れるようになるっていうことを皆さんにもお伝えしたいです。今日の動画では私が日本にいながらどうやって英語を習得したかについてお話ししていきました。この私の経験だったり勉強方法が皆さんの、英語学習に少しでもお役に立てたら嬉しいです。私の英語はまだまだ完璧じゃないし、これからまだたくさん勉強していかないといけないことだらけなんですけど、やっぱり努力って期待を裏切らない。努力をした分だけ結果がついてくるっていうのを自分の体験を通して実感できたので、皆さんも一緒に頑張りましょう。何か他に気になることや質問などがあったら気軽にコメントしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。